で沸いてきたら茹で汁ではなく水が入ります。掃除したむき身も入れる。でこのうまみもしっかり全部溶け込ませて、で最終的に混ぜて。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は基本のボンゴレビアンコを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、あさり、にんにく、唐辛子、レモンの皮、イタリアンパセリ、オリーブオイル、エクストラで白ワイン、魚醤です。はい、それでは今日はあさりのパスタ、ボンゴレビアンコの基本を久々にやっていきます。でボンゴレビアンコ、あさりはですね、北海道産の国産のものが売ってたりとか中国産のものが売ってます。やっぱりスーパーに行くと中国産が多いと思います。でその中国産のあさりをいかにプロが美味しく作るのかっていう方法をですね、これから早速やっていきたいと思います。はい、それでは今日これがスーパーで買ってきた中国産のあさりと北海道産のあさりです。でこれをまずはですね、ボウルに入れて水を入れて 3% の塩水につけたものが、こちらです。中国産のあさりと国産のあさり、何が違うのかっていうと、もうまず見た目でわかるんですが、大きさが全然違います。中国産のあさりはこれはちょっと大きい方であるんですけど、小さいのだとしじみなんじゃないかってぐらい小さいものが結構特徴、中国産のあさりの特徴です。で国産はもうとにかく大きくて身が大きいので詰まってる、こんな感じが国産です。でコメントでよく中国産のものしかないよっていうコメントをいただくことが多いので、今日は中国産でプロが美味しくできるコツをやっていきます。で今このあさりが使っているお水の中には約 3% の塩が入っています。で 3% の塩っていうのはもう舐めた時にしょっぱい状態の塩です。でそのしょっぱい状態の塩に最低1時間あさりをつけていくと、今これつけた状態です。もう1時間だけでこの水がすごく汚れた状態で、マックス 2,3 時間やると完全にそのあさりが砂を吐くというんですけど、1時間ぐらいですね、この塩水につけて、で塩水につける時はこのアルミホイルをかぶせて、要はこれでかぶせることによって暗い状態が作れる、で海水が作れるので海と同じコンディションにしてあげて、あさりを落ち着かせるんですね。であさりが落ち着くと砂を吐くという現象になるので、まずはこの状態にしてあげて、で何でもいいですが、このちょっとアルミホイルにこんな感じでアルミホイルに穴を開けてあげるとあさりが空気を吸いやすくなるので、この状態で冷蔵庫に入れて最低1時間ですねやったものがこのあさりです。でこのあさりを一旦洗っていきます。この水道水でもいいんですけど、熱いお湯出してください。でこの熱いお湯、だいたい約50度ぐらいのお湯であさりを洗っていきます。そうすると今あったかいお湯であさりをですねこう洗っていくと、1時間以上つけていくとあさりにもこの表面に塩がついているので、その表面の塩を落とすという意味と、50度ぐらいのお湯で洗ってあげるとあさりのその表面のぬめりみたいなのがまた取れるので、最終的にこの後火を入れた時の臭みが取れるっていう意味と、50度に上げてあげるとあさりがびっくりするので最終的に砂をもう一回吐く可能性があるので、プロはあったかいお湯でですねあさりを洗うということをします。洗う時にですねこうやってお米を研ぐじゃないですけど、研ぐみたいにすりながらやるんですけど、これも一応意味があって、あさりの中には砂だけが入っているものとかも身がなくなったりとかない状態のものとかあったりするので、それを確認するためにこうやって手にこのあさりを感じながら洗うって感じです。で軽すぎるものは弾いてっていうことをして使っていきます。でこの水の中が、もうきれいになったら下処理が終わり目安なんですけど、さらにあさりの砂が気になるという方はですね、この50度の中に数分あさりつけてあげるとなおいいです。はい、これであさりの下処理が終わったので
ニンニクのカットに入っていきます。次は基本のボンゴレビアンコといったらアーリオオリオペペロンチーノのベースなので、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリです。でニンニクはですね、あさりの出汁を効かせたパスタになってくるので、このまま潰すだけ。はい、終わりです。そしてイタリアンパセリはできるだけ多めに入れたいんですけど、イタリアンパセリが手に入らない場合はパセリでも全然大丈夫ですし、大葉使っても美味しいと思います。でパセリはちょい粗めに刻んでおく。こんな感じです。そしてちょっとこのほんと少しのレモンの皮がいると思うんですけど、これが今日大事でですね、中国産のあさりとかちょっと美味しくするには工夫がいる食材を使う時にですね、いかに香りを入れてあげるとか風味をプラスするってことが大事になってくるので、このあさりとレモンの組み合わせっていうのはイタリアでもよくやったりするので、ちょっとレモンの皮を刻んだものをパスタに入れるともうぐっと香りが良くなります。でちょっと国産のあさりを使う場合って食材そのものがすごくいいので、だしの風味とかもすごく出るので、水で煮出すということをすることが多いんですけれど、風味をプラスしたいあさりを使う場合は、僕は白ワインを少し風味付けで入れたりとか、最悪うまみが足りなかったらエクストラで魚醤をちょっとだけ入れてあげたりっていうことをしていきます。はい、まずはパスタから茹でていきます。で今日は最終的にフライパンの中でとろみをつけていくパスタソースにしていくので、 1.9 ミリの太麺のブロンドダイスのパスタを茹でています。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入っている状態です。はい、まずは先ほど潰したニンニクと唐辛子、オリーブオイルを入れて加熱を始めていきます。でボンゴレビアンコというパスタは、基本のアーリオオリオのベースではあるんですけど、僕はみじん切りにはしないで、ニンニクの柔らかい香りとほんのピリッとした辛みを加えたいので、今日はホールのまま加熱をしていきます。でまずはニンニクがふつふつするまで中火で加熱します。はい、それではニンニクがふつふつしてきたので、ごく弱火に落として、これで通常アーリオオリオペペロンチーノの時はもう 4,5 分ぐらいですね、じっくりとニンニクの香り出していくんですけど、今日はあくまでもあさりが主役なので、もう1分ぐらいでいいと思います。ここでですね、ニンニクのちょっと香りを出してからあさりを加えていきます。それでは1分ぐらい経ったので、先ほど洗ったあさりを加えていくんですが、家庭でやるとき気をつけなきゃいけないのは、このまま今あさりを入れちゃうと残った水分とか油が跳ねたりとかで引火してしまう可能性があるので、あさりを入れたら火から外します。外してこの今熱々のオイルをあさりになじませます。オイルをあさりにコーティングするイメージで回す。で戻します。そしたら火を中火にして加熱は始めていきます。で国産のあさりの場合はもうこのまま水を入れてストレートに煮出していくんですけど、今日は中国産のあさりなので、先ほどカットしたレモンの皮の香りで中火ぐらいにして炒めていきます。はい、それではあさりが温度が上がってきてちょっと飽き始めたので、白ワインちょっと加えて、白ワインが入ったら強火でアルコール分を飛ばします。で沸いてきたらだいぶアルコールも多分飛んだと思うので、ここで茹で汁ではなく水が入ります。で水が入ったらベースを沸かしていきます。ボンゴレビアンコやるときにもう一番大事なことです。今お水を入れたんですけど、茹で汁を入れてしまうともう茹で汁がしょっぱいので、そこにあさりのこの塩分もあるのですんごいしょっぱいボンゴレになっちゃうんですね。なのでボンゴレビアンコを作るときは水を入れるようにしてください。で沸かしてってですね、
あさりの口が開いたらそのうまみのエキスがこのベースに溶け込むので、そこまでしたら一回味見をして確認していきます。はい、それで今沸いてってあさりが完全に口開いて開きました。でボンゴレビアンコっていうパスタはこの今あさりのだしスープの中でパスタを炊いてってとろみをつけたようなパスタがイタリアでよくやるボンゴレビアンコの基本なので、そのパスタが加わった時に今このあさりの量だとですね、パスタ和える時も邪魔ですし食べる時に邪魔になってしまうんですね。なので、こういう小粒のあさりを使う時はですね、3分の1ぐらいはもうあらかじめ今開いたらこうバットにあげてしまって、でもこれぐらいの状態にしてあげて、で今バットにあげたこのあさりはむき身にしておきます。で一回このスープのベースを味見して、ここでちょうど味が美味しいなと思ったらこのままでもいいですし、ちょっと風味が足んないなと思ったらここでニンニクを潰したりとか、辛み出したい場合はここで辛みも出していいし、そこで初めて調整するようにしていってください。でこれで麺が湯がったので合わせていきます。で麺を合わせる時ポイントになってくるのが、今日 1.9 ミリのブロンズダイスのパスタを袋表記だと10分なんですが1分ちょい前に揚げてます。でこの気持ち固めに揚げた麺をここで最後強火で炊きながらソースを仕上げていくというやり方をします。そして先ほど味見した時にちょっとやっぱりうまみと風味が少なかったので、僕の場合魚醤をちょっと加えて、で強火で炊いていきます。で強火で炊く時はちょっとパスタをこするイメージで混ぜてあげると、そのパスタ同士がこすれてそこからとろみが出てくるので、ちょっとそれを意識しながら1分間炊いていきます。で40秒ぐらい炊いてってですね、徐々にこうなんかソースにとろみが乗り出したなと思ったら、そこで最後イタリアンパセリと掃除したむき身も入れる。でこのうまみもしっかり全部溶け込ませて、で最終的に混ぜて、でとろみが出てきたら最終的にこの濃度を確認して、ちょっととろっと垂れるぐらいの濃度までいったら最後火を止めて、仕上げのオリーブオイルちょっと垂らして、で最終的にもう一回ソース乳化するように混ぜ合わせて、はいこれで美味しそうですね。いい感じにパスタソースが麺にしっかり絡んだので盛り付けはいってきます。はい、これでボンゴレビアンコの完成です。はい、それではいただきます。間違いなくクラシックな味に仕上がってますね。とても美味しいです。スーパーに行って、いいアサリの見分け方なんですけど、実際パックに入ってるから手では触れないのでどうしようもないっていうのがあると思うんですけど、目視で見るとしたらアサリもよく見るとこう木目があるんですね。それが濃いものを選ぶと外れが少ないって言われてますね。であとは手で触れるんだったらしっかりずっしりしてるもので、軽いものはもうアサリが死んじゃってたりするので、そういった選び方でプロは選んでいます。はい、ごちそうさまです。今日のこのボンゴレビアンコはこれからアサリがすごく美味しくなってくる時期なので、ぜひこのレシピを見て作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。